10月のある水曜日、夜8時過ぎ、仕事帰りに寄った近所のコンビニでお茶を1本手に取りました。レジへ向かう途中、ボトルが指の中でペコッと鳴る。ラベルには環境のため容器を軽くしていますとあります。でもそれだけでしょうか。このボトル、20年前の半分以下の重さしかないんです。環境のためという5文字の裏で何が起きていたのか。私は物の値段や仕組みが気になるとつい調べてしまう性分です。家に帰って半年前のお茶のボトルを新しいものと並べて握ってみました。昔のボトルはもっと硬かったはずなんです。いつからなぜこうなったのか。調べると環境、コスト、技術という3本の糸が出てきました。最初に引っかかったのはラベルのあの一文でした。環境への配慮なら20年前にだってできたはずです。なのに昔のボトルは厚くて硬かった。薄くなったのはここ数年の話なんです。その夜、夕飯の席で中学生の娘が麦茶のボトルを握って言いました。これペコペコだね、安っぽい。私は黙ってその音を聞いていました。環境のためという言葉はよくできた値札に似ています。表に綺麗な数字が見えて、裏で別の計算が動いている。まずどれくらい軽くなったのか数字を当たりました。私が子供の頃、500ミリのボトルはだいたい 27g。それが2007年、ある大手のスポーツドリンクで 18g。2013年には国産の天然水で 11.3g。これは550ミリでの数字ですが、500ミリ換算にしても元の半分以下です。業界全体でもこの20年で1本あたり3割近く軽くなっていました。面白いのは本数が倍近く売れても使う樹脂の総量は2割から3割ほどしか増えていないこと。誰かが本気でグラム単位で削りに行っている。問題はなぜそこまでするのかです。答えを知っていそうな友人がいました。大学の仲間で田所という男。今は飲料メーカーで容器や材料を仕入れています。田所に聞くと笑って言いました。お前、水を買うとき何にお金を払ってると思う？ほとんど入れ物の代金だぞ。中身の水は1本でほんの数円。容器はその5倍くらいするというんです。だから 1g 削ればその分がそのまま利益になる。しかもここ数年材料そのものがとんでもなく上がった。ペットボトルの元をたどれば原油から作られるナフサです。そのナフサが2020年からの2年で底手の5倍近くまで跳ね上がった。つられて PT 樹脂も 1kg80 円台からピークには190円近く。田所の会社では9割を超える取引先から値上げを求められたそうです。運ぶコストも上がりました。重い荷物ほどトラック代はかさむ。だったら軽くする。コストの面だけでも薄くする理由はいくらでもあったんです。私は一つの結論に飛びつきそうになりました。自社のコスト削減を環境という言葉で包んでいるだけだところがそこで手が止まった。材料を安く済ませたい気持ちは20年前の会社にもあったはずなんです。コストのためならその時点で薄くすればよかった。でもしなかった。いや、できなかった。昔は薄くしたくなかったんじゃなく、薄くできなかったんです。最近になって何かがそれをできるに変えた。コストでも環境でもない別の何かが。私はもう一度田所に聞きました。昔のボトルってなんであんなに硬かったんだ？田所は少し間を置いて言いました。それ、うちの工場長がよく昔話をしてる。昔は熱いまま詰めてたからだよ。昔は中身を85度から92度くらいの熱さでボトルに注いでいました。熱で雑菌を抑えるためです。でもそんな熱いものを入れたら薄いボトルはふにゃっと変形する。だから熱に耐えるよう厚く硬く作るしかなかった。ところが1994年、日本で中身を常温のまま菌のいない状態で詰める技術が実用化されます。無菌充填と言います。熱を使わないなら熱に耐える必要はもうない。その瞬間に薄くしても良くなったんです。昔のボトルが熱いお茶でも平気な水筒だとすれば、
今のボトルは冷めた飲み物を注ぐだけの薄い紙コップ。詰め方が変わったから器は厚みを削減できた。この技術が広がると堰を切ったようでした。1990年代に7億本ほどだった無菌充填の飲料が10年で35億本を超えます。そこへ材料費の高騰、物流費の上昇、環境への要請が全て同じ方向から押してきた。薄くしたい3つの力と薄くできる1つの技術、それがある時期にピタリと重なったんです。ボトルが薄くなったのはたった一つの理由じゃありませんでした。材料費、運ぶコスト、環境への要請、この3つが同じ方向を向き、常温で詰める技術がそれをできるに変えた。環境のためは嘘ではありません。でも全部でもなかった。いくつもの力が重なった結果の一番表に見えていた理由に過ぎなかったんです。多分ペットボトルだけの話じゃない。薄くなったお菓子の袋も小さくなった容器も、裏では同じように複数の力が動いている。次に手の中でボトルがペコッとなった時、あなたはその薄さの向こうに何を見るでしょうか。物の値段がどんな力で決まっているのか、これからも身近なものの裏側を一緒に掘り下げていきます。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をそっと押してもらえると励みになります。